恵子先生。はい、子守歌で好きなのは眠れ眠れ、スピリチュアルメンターの恵子先生です。今日もよろしくお願いします。先生、今日はですね、はい、本当は怖い動揺っていう、はい、お話についてお伺いしたいんですけど。怖いです。動揺は怖いです。はい。怖い童謡の一つは特徴は歌詞の中に暗号が込められていて、そこに後ろぐらいその昔の文化風習背景、誰もが知ってはいけないことだけども本当はこういうことがあったんですよっていうことをみんなが伝えたいけど言ってはいけない、そういったものがもう歌詞になってなんとなくふわっと緩むことで察してくださいって、後世の人こういうことがあったよ、あるいはもう弔いとしてこういう悲しいことがあったよねっていうことをそこに載せている、これが怖い童謡なんですけども、歌詞がそうであるとしたら旋律がなんか物悲しい旋律です。その歌が流れた瞬間なんとなくゾゾッとするような、そういうエネルギーを醸し出しているものは怖いです。何が隠されているかってことなんですけど、まず代表的な2つの童謡についてお話をしていきたいと思うんですけど、その代表的な童謡とはトーリャンセです。まずトーリャンセはですね、皆さん歌詞ご存知でしょうか。トーリャンセここはどこの細道じゃと、天神様の細道じゃと、御用のないものとおっしゃせぬと。で、この7つのお祝いにお札を納めに参りますと、で最後は行きはよいよい帰りは怖いトーリャンセと、そういう歌なんですけど、まず用のないものは通れないよということは、この神社が意地悪をしているように聞こえます。そしていやいや私は7歳のお祝いでね、お札のために行くんです、こっちが正当のような書き方をしています。そうじゃなくって、この先は暗いよと、この奥に怖い神様がいるのみんな知ってるでしょって、だからここの門番が通っちゃいけないよって、ここを通るってことはもう冥界の向こう側だから、もうあなた死んでしまうということだよと。で普通の人がやってくると、はい危険なので帰ってください、それをしていました。でもとある時に老婆が、おばあちゃんが孫を連れて、いやいや7歳の札をね納めに行くんです。これも一つの暗号です。あ、なるほどな、7歳のこの子はこの神様に対して生贄を捧げるんだなと、分かりました、通ってもいいよと。だけども行きはよいよい、帰りは怖い。帰りは怖いっていうのは、帰りはいないよっていうこととも通じますし、帰りは子供を捧げてきたお母さんがどういう思いで、おばあさんお母さんがどういう思いでそこを通りますかって、これが込められているということがトーリャンセです。はい、なぜ行きはよいよい帰りは怖いんでしょうか。この子は結論7つのお札を納めに行くと歌になってるけれども、この子はこれから人目国として神様に食われてしまうんですよと。なので行きはいいですよ、キャッキャしながら神様のところに行けよって、この7歳の子を通ります。そして通ったらもう食われちゃうんで帰りはいませんよっていう歌なんです。じゃあなぜこういう童謡が作られてるんですか。まず一つは子供が犠牲になったという背景がある天神様ってことは、この奥に神社がありますよということで、多くの地方で昔日本では神様に献上していくのは子供であったってことなんですね。どこのご家庭にも子供がすごく多く生まれた時代背景があって、もう生まれちゃった子供、生まれた瞬間からもうパーンって殺めていくのは間引きをすると言われます。で口減らしのために子供を売って、で売られた子供はその色町や花屋街で働かなきゃいけないとか、あるいはどこかの家にでっちこ奉公に出して子守りをさせられるとか、よく聞く話なんだけど、そういう背景もあって子供を生贄に差し出すっていうのはある意味栄誉だった、そういう考え方があるんですね。なぜかというと、でっち奉公に出します、花屋街に売ります、あるいはもう間引きしてしまいますということは、もうその子は結論、かわいそうなんだけど、神様に差し上げるってことは神の子になるよっていうことで、口減らしの方法としては一番栄誉的なものが神様に捧げるスタイルということは、定期的にこういった子供を神様に捧げるということはありました。じゃ
ゃあこの天神様と言われているこの悪人って何ですかってことなんですけど、その地方を守ってくださっている、一つの神社的なお社ですよって、そう祠ですよっていうことを天神様のというふうに歌にしているだけなので、天神様がイコール悪人では全然ないんですね。なんだけどこの歌で歌われているのは、ここは悪人様がいますよと、悪人様とは言ってないけどね、そして通常は通っちゃいけないよと、でもあなたなら通しますよということは、地方地方に悪人がいたんですかってことなんですよ。実際はいたんです。その地方にいいことをしていくようで、結論人々を全部がっぽりとこう仕切っていく、牛耳っていく、コントロールしていくような存在であって、この存在は人々の力を弱めておきたいんです。なので定期的に悲しみを落とす、要するに子供をよこせ、こういうことをしないとこんな災いを起こすぞ、語りをするぞっていう存在は悪人であって、台風がやまないよとか、飢饉が起きますよとか、時には村長の娘がひどい目に遭いますよとか、何か普通じゃないぞっていうことを起こすと、ほら見ろ、もう半年経っていると、前のかけてからまた神様が暴れ出したよ、そしてこの豊作だったはずなのにこの作物全然ダメじゃないかと、じゃあ会議でじゃあ次の子は誰にしましょうかねっていうことが、ある時期行われていたことがあるっていうことなんです。そして子供を取るようなパワフルな神様であったとしても、捧げることでみんなを守ってくれるんだから神様って結論いいじゃないかって、そういうふうに思うと、これは悪人だからやめましょう、こっちはいい神様で特に子供欲しいとか言わないからいいから立っとりましょうっていう感覚はなくって、うちの地方はこういう神様ですっていう中には悪人っていう状態は含まれていたってことなんですね。そういうこと自体は今ないようだけど、子供をそのようにして殺す方向に寄せてしまった親の悲しみっていうものがそこに乗せられている。そしてそれを歌うことでごめんなさいねと、こういうひどいことをしましたって、そういう文化風習があったよねって、そういったものが全部そこに旋律に乗せられていて、結論この歌には悲しみが凝縮されているんです。そして凝縮されている歌っていうものは結論そのエネルギーを放っている。すごく気をつけた方がいいです。じゃあなぜ歌が残ってるんですかっていうと、それはそういう弔いの歌である、取られた子供への弔い、また親の心を慰めるための弔い、そして歌がある以上、その歌っていうものはどこかでこう使われていく、わらべ歌として残されているものは。でねって、これはね歌わない方がいいよとも言ったんですけど、もちろん遊ばない方がいいんだけど、なぜ子供がそういうふうにふわっと操られてその歌を歌い出したり、それを遊んだりしてしまうかってことなんですけど、子供ってすごく興味本位で怖いものに引きつけられていくって分かりますよね。そのお墓だから肝試しに行ってみようとか、この洞の探検してみようとか、何か誰かが怖いお話を大人がするとキャーキャー言いながら聞くとか、何かそういう刺激のあるものに引き寄せられていくっていう傾向があると、そうするとなんかこの旋律っていうところに何か気になるっていうものがあると、みんなが歌うようになったり、誰かが歌うとそこに影響されてまた他の子が歌うようになったりで、みんなが歌うようになると、その歌を使って歌うことで悲しみの周波数と引きつけていくと、その子はだんだんこう生きる力を失わされていったり、だんだん悲しみの方向に引っ張られていったり、悪くするとそれによって悲しい現実を引き寄せたりする。結論、悲しみの曲って悲しみのエネルギーがあるから、聞くことで同化することで、私も悲しいよ私もねみたいな感じで癒されるようで、実は共依存みたいな状態で、結論、人をとても依存的にしていく。依存的にされると人間は強くなりません。また同時に新しいアイデンティティや物の見方っていうものを奪っていくんですね。これをし続けないと怖いことが起きる、これをし続けないと大変だ、恐怖のエネルギーをどんどん刻印していくと、そういうふうにしていずれの方法でかとにかく人の力を弱めるためにそういった歌っていうのはあります。はい、だから立ち上げないし遊んでもいけません。子供が遊んだらやめなさいって、こっちの歌の方が楽しいよというふうに、そういうふうにした方がいいかもしれないですね。もう一つの怖い童謡の二大巨頭のうちの一つはかごめかごめです。そのかごめかごめっていう中の何を言ってるんだかよく分かんないけど、でもよく聞くとちゃんとした歌詞になってるよねみたいな中には、実は「あ」とか「う」とか「うん」とか、その音を組み合わせてその状態を作るっていう、そういう暗号が背後にある、そういう術の歌なんです。こ
こにカゴメカゴメカゴの中の鳥はいついつであるってこう書いてある時に、これがどういうリズムで何の後に何が言われるかっていう組み合わせによって、それが一つの述の状態を作る。まとめ。ぞぞっときたら要注意。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また見てください。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた見てください。